21話、万華鏡車輪眼の解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス。21話掲載の V ジャンプ6月特大号が、2025年4月21日に発売された。前回20話、愛エニでは、人真珠からトデ玉を回収するニームで二手に分かれた忍びたちが、それぞれの葛藤を抱えながら戦う様子が描かれる。一方は、このハマルが人真珠、祭りに捕食される寸前となっている状況。このハマルは自身に恋愛感情を抱いている祭りを手なずけるつもりが、萌木との扱いの差から怒りを買ってしまっていた。このハマルは鹿丸から言い渡された作戦内容を思い出し、祭りの感情に訴えかけることを諦めない。彼は、祭りが自身との会話を楽しんでいた事実を彼女に意識させる。祭りは楽しんでいたことを認める一方で、自身が変化していくことに危機感を覚えてこのハマルにさらなる痛みを加えていた。しかし、彼女の目には涙が浮かぶ。このハマルは、その涙は自分を捕食することへの悲しみだと話す。続けて、特別な関係への第一歩として、祭りに自身の手を握ってもらうよう求めた。祭りがこれに応じて手を握った瞬間、このハマルは再び作戦内容を思い出し、彼女に2つの大玉ら洗顔をぶつけた。ここまでのやりとりを把握していた人真珠、ジラは、2人は愛にお互いを完全に倒しきることができなかったと分析する。もう一方は、4人の忍びが人真珠、竜の高い戦闘能力を前に苦戦している状況。美月と荒谷は、竜が操る砂鉄に捕まり、自由を奪われてしまう。竜は残るサラダとヨドに、捕らえた2人の解放と引き換えにボルトの情報を要求する。サラダは、竜への不信感から情報提供を拒否。ヨドはサラダの心境を理解し、自身の索敵能力を提供する代わりに仲間を解放してもらうよう交渉を試みる。しかしこの交渉は成立せず、ヨドが竜によって腹部を貫かれる重傷を負った。ヨドは心配するサラダに、自分の力を大切な誰かのためだけに使ってもいいと伝えた。この言葉をきっかけにサラダの心境が変化したのか、彼女の目は万華鏡車輪眼へと変化。竜の砂鉄が突如発生した黒点に吸収され始め、拘束されていた仲間たちが解放される。21話はここから展開される。この動画では21話、万華鏡車輪眼の解説と考察をやっていこうと思う。まずは21話のあらすじの解説をしていく。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。21話はサラダの回想から始まる。サラダとボルトがそれぞれの夢を語り合っているシーンをはじめ、ボルトを気にするスミレとのやりとり、里の人々全員を大切にするナルトの言葉、そしてエイダの真術、全能の発動前後の様子など、サラダの目の前で起きた多くの出来事が呼び起こされる。過去の自分を見つめ直した彼女の目は、万華鏡車輪眼に変化した。彼女は竜を相手に、新たに覚醒した万華鏡車輪眼の動術を使用。美月の分析によると、この力は重力を操作するものであるという。サラダはサスケの予感の通り、目覚めた力の使い方と自分に何ができるのかを理解した。彼女は4つの黒い球体を生み出し、竜の攻撃を無効化。最終的に強烈な重力で竜を粉砕した。この力を使い果たした彼女は右目から血を流しながら倒れるが、美月に助けられる。一方、レイダはこの一部始終を真術、千里眼で見ていた。孤児にとってサラダの万華鏡車輪眼の海岸は目的の一つだったようである。ボルトが孤児に問いただすと、孤児はヨドの犠牲を承知していたことが示唆された。場面はこのハマルと祭りの戦いへ移り、このハマルは追い詰められていた。そこへボルトが亜流の飛来神の術を使って現れ、祭りにとどめの一撃を入れる。しかし、孤児の警告を無視したボルトの行動により、ジラがボルトの居場所に気づいてしまった。21話は、自身の能力とやるべきことに気づいたサラダが中心となる話だった。孤児が最も警戒していた。ジラによってボルトの命が奪われるシナリオは現実になってしまうのかが注目される。サラダが万華鏡車輪眼の動術を使用し、人真珠、竜を撃破した。その効果は、強烈な重力を持つ黒い球体を生み出し、サラダが指定した対象を引き込むことができるというもの。竜はこの重力に抗うことができずに球体に引き込まれ、最後にはその体が耐えきれず粉々になってしまった。そして、この術の名前は大昼目だということが判明した。この名前はおそらく日本神話に登場する最高種、アマテラス大神の別名、大昼目の鞭から取られた名前だと考えられる。一見、ブラックホールのように思える見た目ではあるが、その名前は太陽神から考えられているということになる。ブラックホールと太陽は、表裏一体の関係であるという示唆なのかもしれない。サラダはこの動術に目覚めるまで、太陽を直視することができていなかった。自分が本当にやるべきこと、そしてボルトから目を背けていた。渇きを太陽と認識していた美月と同様である。サラダは夢の他手になるべく、まずは自分を肯定することから始めた。
この様子も美月と同じだった。自分を信じることの大切さが、ボルトという作品から伝えたいことなのだろう。大昼目は、ようやく自分を認められたサラダの心情が具現化した術と言える。レイダの真術、全能も、彼女の無意識の願望が反映される形で発動している。2つの術からは根源的なつながりを感じさせる。また、サラダが宙に浮き、重力を発生させるその様子は、天意天道を彷彿とさせる。太陽神を表すお天道様という言葉があるくらいなので、全くの無関係ではなさそうだ。ボルト第2部で初登場し、その圧倒的な力で任界の新たな脅威となっている人真珠、その中でも別格の存在として最も警戒されている頭が、人真珠、ジュラである。彼のモデルとなっているものはおそらく、羅刹王、ラーガナなのではないだろうか。ラーガナとは、インドの二大女子種の一つであるラーマーヤナに登場する鬼人の王、神に匹敵する絶対的な力と、頭が切れる一面を持ち合わせている。なぜジュラがラーガナをヒントに描かれていると考えるに至ったのか、その根拠となる情報はかなり多いため、近日中に詳しくまとめた動画をお見せしたいと考えている。もしよければ、このチャンネルを登録してこれから投稿する動画を待ってもらえると嬉しい。この動画でもその根拠の一部を紹介する。ジュラのモチーフと考えられるラーガナは、10の頭と20の腕を持つ。ジュラの姿から一見その要素はないと思ってしまうが、彼と同様に10尾から進化した存在は他にもいる。人真珠はある意味で一心同体である。ラーガナの10の頭は、諸説あるがそれぞれ異なる煩悩を象徴しているとされる。まだ物語の中で情報が足りていない部分はあるが、そのうちの一つである嫉妬は、人真珠、祭りから表現されている可能性がある。彼女はこのハマルに恋愛感情を持っているが、風祭り萌え木との扱いの差に気づいたことで嫉妬の感情に目覚めてしまった。嫉妬はサンスクリット語でマータリアという、祭りという名前は、風祭り萌え木の名から取られたものというだけでなく、この単語からも着想を得て考えられたものなのではないだろうか。ジュラは祭りの様子を感じ取ることができるのか、祭りと共に涙を流している。人真珠それぞれの意識は独立しているとされているが、ジュラに関しては他の人真珠と感覚の一部を共有していることが分かった。このシーンからは、人真珠という一つの存在を改めて感じさせられる。そしてラーガナの10の煩悩には、他にも人真珠との関係を思わせるものが複数見られる。現在のジュラは、克服すべき概念である愛を煩悩として捉えているのではないだろうか。ラーガナは、煩悩や業から自由になることができずに滅びる存在として描かれている。祭り以外の人真珠も、愛という名の煩悩に苦しむことになるのかもしれない。人真珠のジュラは19話で、愛を理解し、克服することが今後の課題であると示した。その解決方法を考えた時に浮かぶものとして、チャクラの実があるだろう。チャクラの実には星に生きた全ての生命の記録が詰まっており、食べればさらなる進化へ向かうことができる。また、チャクラの実を食べることで起こる変化として、心を捨て去るということができる可能性がある。アニメナルト695話でのナルトは、大筒木かぐやとの戦闘を終えて、心がないみたいな感じだったと話している。クラマの力を使いこなすことで悪意を感じ取ることができるナルト。この言葉はある程度の信憑性があると考えられる。かぐやはチャクラの実を食べたことで心を捨ててしまったのかもしれない。愛は心があることを前提に存在する概念である。心がなくなれば愛もなくなるだろう。そういった意味で愛を克服したことにはなる。以上のように、チャクラの実は人真珠の全ての目的を叶えることができる。ただし、チャクラの実によって心をなくしてしまうことは、間違いなくデメリットや弊害がついてくるだろう。大筒木羽衣は、かぐやが鬼と呼ばれた原因はチャクラの実にあると推測していた。人真珠たちがチャクラの実の詳細をどこまで知っているのかは、未だ明かされていない。現状では、ジュラがチャクラの実に興味を示しているにとどまっていることから、大筒木を捕食する前に別の方法で愛を克服しようと考えているのかもしれない。ジュラによる、チャクラの実を食べるかどうかの判断が重要となってくる。判断するための焦点は、おそらく生命にとって心や愛は必要なのかとなる。この判断を、人間と他の人真珠たちのやりとりを見る中で考えていると言える。ジュラの判断次第では、人真珠がかぐやの二の舞になってしまうという可能性もあるだろう。ジュラがチャクラの実に興味を示している以上、人真珠にはこの果実を食べる可能性が存在するだろう。家臣孤児には、未来に起こる全ての可能性を見る真実である実法が発言している。孤児がこの可能性を見ていてもおかしくはない。チャクラの実を食べる可能性から起こる展開は、人真珠の運命を変えるためのヒントになるだろう。先ほど解説したように、チャクラの実には心を捨て去ることができる効果の示唆がある。孤児には、人真珠の心を捨てたことによる弊害が見えたのではないだろうか。彼は16話で、君自身の心に従えという言葉を伝えた。この発言からは、心の大切さを人真珠へ教えようとしている姿勢が感じられる。
家臣孤児という名前の由来はこういうところから来ているのではないだろうか。もちろん、家臣孤児という室町時代の幻術師の名前がヒントになっているとは思われる。ただ、家臣には果実の中心部、孤児には出家をしないで仏門に帰する男という意味を持っている。つまり、家臣孤児という名前には、出家をしないで仏門に帰する男が、果実の中心を解くという解釈もできる。そう考えることはできないだろうか。孤児にはおそらく人真珠に、チャクラの実の欠点と心や愛の大切さ、これらを伝える役目を与えられたのかもしれない。ただ、クローンである孤児が、心や愛をどこまで理解しているのかが疑問ではある。人真珠の運命を変えて最悪の未来を阻止するにはまず、孤児自身も心や愛をさらに理解する必要がありそうだ。ちなみに、果心は果実の中心を意味するが、実際の果実の中心には種子がある。これをチャクラの実で置き換えるのであれば、カーマになるのかもしれない。仏教用語の習字はこう、つまりカルマに近い性質を持つ、自分で蒔いた種のような表現があることからも、カルマと種は関連性が強い。実際に、チャクラの実を食べると新たな大筒木になれるとされていることから、真術、カーマをはじめとする新たな真術を獲得する可能性が高い。孤児は、真術、カーマや大筒木に関する確信に迫った説明をするかもしれない。以上が最新20話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、20話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。